大阪市田辺にある天津工房クーロン代表の藤田梢と申します。今日は夏にぴったりのスパイシーな小籠包を作っていきたいと思います。では、まず最初に煮こごりから作っていきます。小籠包には欠かせないスープですね。はい、こちらは鶏をベースに作っております。その煮こごりを固めるゼラチン。こちらはあらかじめ、ゼラチンを水でふやかしております。で、その隣にあるのが、今回ですね、スープから流れてくる香りになります、香辛料です。カレーには欠かせないスパイスである、カルダモン、ローリエ、小籠包なので、シナモンもですね、プラスちょっとピリッとした辛みで、山椒ですね。四川の山椒を使います。では作っていきます。鍋に油大さじ2杯ですね。で、ここに、先ほどご紹介したスパイスを入れていくんですけれども、カルダモンはちょっとね、香りが出るように割ってます。で、こちらもシナモンもちょっとだけ割ってね。で、ここで、油が温まってきましたら、細かいね、泡が出てきますので、で、焦がさないようにゆっくりと香りを油の方に移していきたいと思います。本当にごく弱火で2、3分油に香りを移します。はい、ではローリエがね薄くというか色づいてまいりましたので、はい、ここでスープを加えます。はい、でスープを加えたら分量のねお塩も入れちゃいましょう。はい、徐々に沸騰してまいりましたが、コトコトとした火加減で5分、今度はスープに、先ほどの香辛料の香りっていうのを移していきたいと思います。こちら沸騰してるんですけれども、一旦火を止めてゼラチンを入れます。よいしょ。でゼラチンを加える時には注意点がありまして、沸騰してるところでコトコト炊いてしまうと、やっぱりゼラチンの固まる力が弱まってしまうっていうことがあるんですね。はい、なのでゼラチンを溶かす時には一旦火を止めて、でよく溶けるように混ぜます。で冷めててもね、やっぱり溶け残りがあったらそのまま残ってしまうので、軽くですね沸かしてあげた後、こちら香辛料がたっぷり入ってますので、この香辛料はやっぱり食べる時に邪魔になってしまいますので、網でこして煮こごりに仕上げていきます。こちらのボウルにこしていきます。氷水に当てて急速に冷やしていきます。この上に浮いている油も全部加えて、香りにしていきます。ではこちらの方はしっかりとね、冷めるまで氷水で、冷ましてから、その後冷蔵庫でしっかりと今度はね引き締まるぐらい冷やし固めてください。だいたいお時間ですと、1時間から2時間ぐらいで、ね、しっかりと固まります。では続いてカレー小籠包のカレーの部分ですね。カレーの香りとかコクの深い旨味みたいなのを作る、そういう作業をしていきたいと思います。大さじ2杯の油を先に入れてしまいます。はい、でまだ火はつけてません。でここにまだ鍋は冷たいんですが、クミンですね。クミンはホールのクミンを細かく、包丁で切ってみじん切りにしたものです。ではこの状態から火をつけていきます。強火とか中火ですと焦げてしまいますので、本当にごくごく弱火で、炒まってきましたら、このようにクミンからも細かいね泡がふつふつと出てきますので、ちょっと泡が出てくるのがね落ち着くんですよ。でこの落ち着いた状態のところににんにくと生姜、こちらを入れて香りを出していきます。でここではにんにくと生姜の香りが出たらで結構です。はい、でここから、はい、香りがにんにくと生姜のねいい香りがしてますんで、そのいい香りが出たら次に玉ねぎを加えて炒めていきます。今回の小籠包なんですけど、従来小籠包って肉のミンチに生姜とかネギを加えてっていうところで、もうお肉がメインのそういう点心なんですけれども、今回はそのお肉だけじゃなくって、この玉ねぎの甘みとかっていうのを加えて、ちょっと玉ねぎも、具材として一緒に食べてもらうような、そういう小籠包に仕上げていきます。ちょっとお塩を入れてあげると早くね玉ねぎが炒まります。
玉ねぎのね全体に徐々に色がついてきて、今ね5ミリとかそのぐらいの大きさまでちょっと縮んだような状態ですね。はい、でこの状態になりましたら、はい、一旦火をめちゃくちゃ弱めていただいてスパイスを入れていきます。コリアンダーパウダーで、その隣が、一番最初にも使ったクミンの、これはパウダーになったものです。カレーの色を作るターメリック、ラー油にでも使うね一味唐辛子です。こちらはカレーの辛さになっていきます。加えて、ね、ものすごく鍋が熱くなっていますので、ここではこのパウダーたちを焦がさないように手早く、ね、はい、こうやって混ぜながらしっかりと極弱火で炒めてください。で弱火しすぎてもねパウダーの粉気が飛ばないので油が沸いてるような感じですね。こうやってシュワシュワ言ってるこの状態で、ね、こういう火加減で、はい、炒めていきます。ここで、はい、先ほどですね一番最初に油入れたんですけども、追加で油を足していきます。だいたいこちらで大さじ1杯です。で油を足しましたら、さっきのごく弱火の、ね、火加減で今度はね豆板醤を加えていきます。でこのタイミングで入れたのは、豆板醤ってね粘りがあるんですよ。ちょっとねドロッとしたようなそういう調味料なので、やっぱり最初に入れちゃうと焦げちゃうんですよ。焦げやすいので今のタイミングでね入れてあげて、で油に少量の油なんですけれども、そこに辛みと香りが移った状態で、今度はここにですね、はい、トマト、これはフレッシュのトマトです。はい、水分を補いながら、はい、さらにトマトのね酸味をここで加えてるんですけれども、プラストマトのコクをね、はい、プラスするためにトマトケチャップ、フレッシュのトマトとトマトケチャップの、ね、トマト2種使いをしていきます。水分がね少しずつ飛んできまして、こうやってねボトボトと、ね、落ちるぐらいの水分量になりました。でここで干しエビのみじん切りを加えていきます。カレーには普通は入らないですね、こういう干しエビっていうのは。はい、乾物を入れることによって乾物のうまみ、ね、凝縮されたうまみとか、あとは香りっていうのが入っていきます。炒める目安は、ね、このぐらいです。はい、しっかりと余分な水分が飛んでるような状態ですね。ここまで、はい、炒めてまいりました。最後に、豚のミンチです。粗さは細かくて結構です。炒めたこういう肉あんと、あとは生の肉に下味を入れた肉あんと、その2種類のね肉のうまみっていうのをブレンドしていくような、そういうねあんに仕上げていきたいと思います。はい、バラバラになるように炒めていきます。肉ミンチもですね徐々に水分がなくなってきまして、炒めてるとパチパチした、ね、音がしてくるようになりました。では、ね、全ての材料が鍋の中で香りよく炒まりましたので、こちらはね後であんに加えますから、バットなどにね広げるようにして出していただいて、粗熱を取っていきます。こうやって広げて、なるべく短時間で粗熱が取れるように置いときます。ではあんの方を仕上げていきたいと思います。煮こごりの方ですね、香辛料たっぷり入った、スープの方はゼラチンの力でねこのようにしっかりと固まりました。で上にはうっすらとね油がにじんでるんですけども、これは、煮こごりと、あとはこの油一緒にフードプロセッサーにかけて、みじん切りにしておきます。こちらの方がそのねみじん切りにした状態です。手で切っていただいても結構です。今日の小籠包のベースになる、ね、肉あんの方を作っていきたいと思います。でこちらはですねフレッシュのこのね、豚ミンチに塩と胡椒、はい、塩と胡椒ですね。あとオイスターソース、はい、こちらでよいしょ味をつけていきます。はい、まず、ね、今加えた調味料が、ね、まんべんなく混ざり込むように練りやすくするためにこうやってね揉み込むような感じで
握ってあげます。で少しずつね粘りが出てきたところで、今度はしっかりと豚のミンチの粘りを出すように、指先全体を使ってねボウルにお肉をこすりつけるような、動かし方をして、で粘りが出てきましたら、肉と肉の間にこういうね、繊維質の粘りが出てきますので、こういう状態にしてください。ではこういうふうにねお肉から十分に粘りが出てきたところで、先ほど鍋で炒めましたね、はいカレー味の肉ミンチ、こちらの方を今日炒めた分量の半量入れていきます。どうしてもね少ない分量だと香辛料が焦げやすかったりとかしますので、すいません、こちらを半量だけね、使用していきたいと思います。この2種類をしっかりと混ぜ合わせていきます。こうやって炒めたミンチと、ね、生のミンチを使うことによって、生のお肉では出せない香りとか、ね、風味っていうのを作れるし、あとは、加熱したミンチを入れてあげることによって、小籠包になった時に最後までねしっかりと噛んだ時の香りとか味とかっていうところに余韻ができるように、ね、そういう風に、2種類今日は混ぜ合わせてあんを作っています。はいね、香辛料の香りを移したスープ2個盛りにしましたので、これをしっかりと混ぜ込んでいきます。このように、ね、しっかりと混ぜ合わせることができました。でこれは後ほど、ね、小籠包として包んでいきますので、あん皿に移していきます。いつも小籠包でしたら最後に、香りのネギ油とかっていうのを加えたりするんですが、今日のカレー小籠包にはもう一つ最後に香りを加えて、風味豊かにするのと、あとはですねスパイスの香りっていうのをより引き立てるために、最後にですねココナッツミルクですね、これ冷蔵庫から出した状態なのでちょっとね油脂で固まってます。これをざっくりと混ぜます。でこれはねちょっと試して驚きだったんですけれども、普通のねカレーの小籠包だけでも十分美味しかったんですが、ココナッツミルクを加えることによって奥行きが出たんです。最初は香辛料がたっぷり入った、スープが流れてきて爽やかなね香りがします。でその後ココナッツミルクの甘さっていうのが出てきて、でその奥にですねカレーのちょっとねピリッと辛い、言ったら豆板醤も入ってますから、ね、ピリッと辛い、風味っていうのが出てきてっていう風に言ったら味にですね言ったら変化っていうのをつけることができたので、ぜひおすすめなのでねココナッツミルク試しに最後入れてみてください。冷蔵庫の方でしっかりと冷やし固めていきたいと思います。はい、では続いて、小籠包の生地の方を練っていきたいと思います。こちらの大きな方のボウルには、薄力粉、強力粉、あと塩、砂糖が入っています。でそちらを、一度ふるった状態でボウルの方に用意しています。続いてこちらの小さい方のボウルなんですけれども、こちらの方には薄力粉と、あとは、ターメリック、クミンが入っています。こちらの大きな方のボウルはまず最初にお水で練ります。でこちらの小さいボウルの方はこちらは熱湯で練っていきます。水で練る生地と熱湯で練る生地、ね、それぞれ、練った後にグルテンの出方が変わってきまして、熱湯で練ってあげるとグルテンの形成っていうのを抑えることができて、もっちりした、ね、そういう生地に仕上がっていきます。で片やお水で練った生地っていうのはしっかりとグルテンが出てきますので、ね丈夫で、あとは薄く伸びて、ねしなやかな生地っていうところになってきますので、その2つのいいところをね、最終的に合体させて、今日は薄く、ね、丈夫な生地っていうのを作っていきたいと思います。まず最初に、こちらの生地から練っていきます。でこちらの生地は熱湯で、ね生地を練っていきますので、お箸もしくは、ね、細いこういう、ね綿棒用意していただいて、これでね熱湯を入れたらかき混ぜていきます。それではこちらの小さい方のボウルに熱湯 30g、ね、加えて手早く混ぜていきます。
香辛料の方はね、先ほどのあん作りでもね、見ていただいたように加熱してあげることによって香りが出てくるんですね。香りが立つようにお湯を加えて練る生地の方に香辛料が入っています。ではお湯を加えてね、麺棒でしっかり混ぜて、で粗熱が取れたところで全体的に混ぜ合わせていきます。これ最初からね、手を使ってしまうとやけどします。十分気をつけてください。こちらでね、言ったらグルテンが出てこないように熱湯を加えて、今練る生地を作ってるっていうことですね。ではボウルの中でまとめ麺台に出して、こちらの方はね練っていきます。よいしょ。粉全体言ったら粉っぽいところがなくなるようにここではね混ぜていきたいので、ちょっと麺台にこすりつけるようにして混ぜました。はい、では続きましてね、お水で練る方の生地を作っていきます。分量のお水があるんですけれども、こちら計量していただいて、まずは、4分の1ぐらいお水を残して手を広げて、で指先を曲げるような形にしていただいて、粉全体に水分を行き渡らせるように大きく混ぜていきます。で混ぜてもらうとですね、細かい生地の集まりとそれ以外にまだちょっと水分が行き渡ってない、こういうね粉っぽいところが出てきますので、残ってるお水ね、少量は、はい、こちらの方に入れていただいて、さらにねこちらにも水分を与えてあげます。はい、一度にね全部お水を入れて練ってしまうとお水の分量が分からなくて、最終的にこの生地が柔らかくなったりとかっていうのがありますので、こうやって細かいね生地を作ってあげることによって、そしたらこのね生地の硬さっていうのが最終的な、全体的な生地のね硬さにつながってきたりとかしますので、そういったら失敗がないようにその硬さを確かめるためにやってる作業だと思ってください。まずはね軽く練って、お水とあとは小麦粉をしっかり練り合わせてあげることによってグルテンっていうのを軽く出していきます。こうやってあげることによってね、生地が薄く伸びても破れにくい、そういう生地になっていくんですね。全体的にちょっとグルテンが出始まってね、はい、こう伸ばしたら縮む、伸ばしたら縮むね、そういう状態になりました。ではここでこの生地とこの生地をね混ぜ合わせていくので、このままではねなかなか混ぜ合わっていきません。なので今から何するかって言ったら、こうやってね小さく生地をちぎってください。本来お店で作る時にはねこうやらなくても機械が全部ね力強いパワーで混ぜ合わせてくれるんですけれども、手で練る時にはねこういう一手間を加えた方がより練りやすくなります。この2種類の生地っていうのを練り合わせていきます。はい、ではちょっとね麺台に出して、折り重ねるようにっていうんですかね、伸ばしては折り重ねるようにしてね、内側に生地を練り込むようにして混ぜていきます。はい、ちょっとまだマーブルなんですけれども、2種類の生地がこんな感じでね混ぜ合わさってきました。でこちらに、はい、そういったらこのままでもですね、そういったら生地伸ばせることは伸ばせるんですけども、より薄く、ね、しなやかに伸びるために油脂を加えていきます。でこちらもそういったら形が作り出しやすいように、サラダ油よりは、ラードの方がね、天津の場合は形が作り出しやすいのでラードを加えてね生地を作るっていうことが結構多いです。でラードを入れるとこうやってね生地がね分裂してきます。はい、なのでラードの入った部分を内側に、ね、入れていくような感じで練ってください。
ではラードが少しずつね生地の中に馴染んでいきまして、でこの時点でちょっと生地が硬いなってたらつまんで、耳たぶよりも硬いのが理想です。ちょっと硬い、硬い部分ねちょっと触ってるような硬さっていうのが理想で、なんでかって言ったらこの後寝かせます。寝かせたらやっぱり生地が緩むんで、柔らかくなっていきますので、この時点でね柔らかすぎますと包む時に包みにくい、あとは、生地を広げる時に柔らかくて伸ばしにくいっていうね生地になってしまいますので、このぐらいの硬さ、ちょっとまだね、グルテンがしっかりとねつながってないというか、しっかりグルテンは出てるんですけれども、ちょっと表面がねボソボソした感じですが、ちょっとこういう感じの硬さですね。はい、こういう感じの硬さで、お水足りなければちょっと調整していただく。これ15分間、休ませてください。食品用のビニール袋ね用意していただいて、内側に薄く油を入れてね、はい、油を内側にまとわせたビニール袋を用意します。でこちらに今練ったね生地を入れて15分休ませます。では15分経った、ね生地です。はい、ちょっとわかります？こうとね、先ほどはしっかり練ったので、こうやって引っ張ってもギューッと縮むね力が激しかったんですけれども、はい、15分経ったらねこのようにちょっとだけ生地がね言うことを聞くようになってきます。こうしなやかにというか柔らかくなった状態で、先ほどデコボコだったね生地を今度は表面がつるっとするまでさらにね練ってあげます。どうしてもグルテンがしっかり出て、で言ったら力が強い時っていうのはいくら練ってもね表面つるっとしないんですよね。そうすると、はい、何回かね面台の上で内側にね折り込むようにして生地を練ってあげると、こうやってね表面がつるっとした状態になります。でこの状態でまた再びね、今度は最後生地を分割するっていう作業をしていきたいので、今一回触ってしまいましたので、またね縮む力っていうのはこうやって働いてますから、これがね休むまでまたさらに15分から20分休ませていきたいと思います。では、生地の方が出来上がりましたので、こちらの生地を、ね、分割していきたいと思います。15分休ませた生地ですね。はい。ちょっと全体的にもうしっとりと柔らかくなっています。十分にグルテンが休んでいる状態なので、これを、はい、使う分量を取って、残ってる生地の方はビニール袋に入れてあげると、ね、乾燥を防ぐことができるし、はい、あとは出し入れがねしやすいので、これ今から棒状にして言ったら丸い状態に仕上げていきますので、この切った断面ね、これ丸くならないので切った断面同士はねくっつけて、はい、これを手のひらを大きく使って前後に転がしてあげます。手のひら全体を使って大きく前後に動かしながら両端に向かってこの手のひらを移動させてあげてください。そうすると、ね、先ほど15分置いてますので、ね、こうやって棒状に伸びやすい感じになってますね。はい、手のひら全体ですね。手のひら全体を使って真ん中から両端に向かって手を移動させるような感じで生地を伸ばしてください。一部分が細かったら、ね、その部分をこう広げると、これ面白いんですけど、広げるとねこうやって徐々にどこまででも細く伸びていきます。で細くなりすぎたら今度逆やってあげたらいいんです。こうやって、ね、こうやって両側に広げていった手を、ね、内側に戻してあげると生地がね、はい、徐々に太くなります。だいたい直径は 2.5 センチぐらいです。はい、でこちらの方を分割していきます。今日は小籠包の生地1個 8g ね、8g に分割していきます。で両端はどうしてもね細くなりがちなので両端だけはね、はい、
ちょっとだけこうやって親指で押さえてあげて、真ん中と両端太さを合わせてあげてください。でこちらの方に打ったね、打ち粉は強力粉です。こちらの強力粉の上を一回ゴロンと、はい、転がしてあげると、この生地全体に、棒状の生地全体に、ね、打ち粉がつきます。でこの状態で初めて分割していきます。だいたいね、2.5 センチ、直径 2.5 センチにしていただくと、2センチ幅ぐらいで切っていただくと、ね、8グラムの分割ができます。はい、これはね、1個ずつ、測りながら、ね、していただいたらより確実です。では生地を分割しましたので、こちらの生地ね、今から1個ずつ細い綿棒で伸ばしていくんですけれども、この伸ばしやすくするためにさらにね、一手間加えていきます。ペン台の向こう側ですね、そこに打ち粉をして、今切った生地の切り口っていうのを、はい、上に向けながらちょっと整列してあげます。はい、でそうすると下にすでにね、打ち粉を振ってますので、片面は今打ち粉がついた状態です。この上の面がね、ベタベタして、綿棒で伸ばす時にくっついてしまってね、作業がしにくいので、上からも、はい、打ち粉をしてあげます。こうすることによって両面に打ち粉がついてきます。この生地をですね、今、楕円形に伸びている生地になってしまっていますので、これを指先を使って丸く成形するっていう作業をします。ね、はい、丸く指先で、ね、指先を立てて丸くこうやって補正してあげる感じです。はい、円柱状にします。で円柱状にしたところで、手のひらの真ん中、ね、このちょっとくぼんだところありますね。これを使って押さえてください。でそうすると生地が、潰れます。ね、丸く潰れてくれます。でこうやって潰した状態で今分割した生地、ね、全て丸く押さえていきます。これね、一手間加えてあげることによって丸く伸びやすくなるんですね。こちら小さく潰した生地っていうのを丸く平たく伸ばしていきます。で伸ばす時に使う道具がこちらのね、綿棒です。この綿棒をですね、こう上下に利き手の方で、ね、綿棒の真ん中よりも、ね、利き手側に手を置いていただいて、でこちらの生地の方は、利き手と反対側ですね、そちらの手の方で軽く指先でつまんでいただいて、はい、この生地の上に綿棒を動かしながらこのようにね、はい、手で生地を持ってる方の手は、ね、生地を少しずつ動かしながら回転させながら伸ばす。そして綿棒をね、転がしてる手の方は前後に動かしながら、ね、生地を少しずつ伸ばしていくっていうようなね、そういう伸ばし方をします。はい、生地をつまみます。で、綿棒の方は生地の上に乗るときにちょっとだけね、上から押さえるような感じで、ね、押さえるような感じで生地を潰してあげる。手前に戻すときには力を抜いて、ね、力を抜いて戻ってきてください。潰す、潰す、潰す、潰す。綿棒で押さえるときに生地を潰すようなイメージですね。綿棒は前後に動かしてますけれども、押さえるときにね、ちょっと上からテンションをかけて生地を潰してあげるようなイメージで、ね、力加減を変えていきます。今日の動画を見ていただいて、楽しかったなとか、あとはチャレンジしてみたいなって思われた方は、ぜひチャンネル登録といいねボタンお願いします。はい、では生地がね、丸く伸びました。でちょっとだけね、中心は厚めに残して生地を丸く伸ばしました。はい、でこの生地にあんを入れていくんですけれども、生地の縁1センチぐらいはね、余白を置いて中心にあんを置いてください。でその時に使うのがこちらのね、アンベラです。点心の専用の、道具ですね。こちらのアンベラを使って、はい、
やってね、あん皿の縁ちょっと高くなってますので、ね、そこからかき落とすように生地の上に乗せます。で、今日は、8g の生地に 20g のあんを入れています。だいたいね、23g ぐらい、はい、20から 23g ぐらい入ってるとしっかりとね食べ応えのある大きさになります。はい、でこのままかき落として今入れたんですけれども、これではねちょっとね不十分なんです。これ見えます？生地とあんが離れてます。でこの状態だと包みにくいので、はい、しっかりと生地とあんがなじむようにあんべらで上が平らになるように押さえます。で押さえるとこうやってね手を離しても生地の縁が立ってますよね。でこうすることによってよりね包みやすくしているということです。ではひだを取っていきます。ひだを取るときには人差し指と親指でこの余白残ってますね。この残ってる余白を集めるように巾着状になるように親指と人差し指でつまんでいきます。はい、ではまず生地をつまんで、はい、小籠包の真ん中までね持ち上げます。で持ち上げるとこの部分ねカーブしたのが分かりますか、ね、こちらのカーブができたところをこの山のてっぺんを、はい、人差し指と親指でつまんでますので親指側に人差し指で持ってくる。もう一回やりますね。はい、このカーブの山のてっぺんを親指の方に持ってくる。で生地を持ってる方の指っていうのは少しずつ回転させる。時計回りに、利き手が右手であれば時計回りに少しずつ回転させながら、はい、中心でねこう巾着のこう袋を、口をつまんでるような状態でね、はい、少しずつ下の生地を回しながら中心で生地を集めるように包んでいきます。で、口が最小限にね、言ったら口の広がりが最小限になりましたら、この両端の生地と生地をつまみ合わせて口を閉じます。生地を持ってる方の手は少しずつ、ね、時計回りに回転させながらひだを取ってる指をサポートするようにして動かします。今日はねしっかりと中からスープが出ないように閉じたそういう形にしています。はい、では包み上がったものを今から蒸していきます。強火で、7分蒸します。で7分蒸すんですけれども、この時のねやっぱり包み上がりの注意点なんですけれども、包み上がりはしっかりと口を閉じてください。言ったらスープが、こぼれてなくなっちゃうなとか、あとはちょっと上手に包める自信がないわっていう人はやっぱりしっかりとね口を閉じて包んだ方が汁がこぼれにくくって一番こう綺麗に包み上がるかなっていう感じです。でひだの数は言ったら口がしっかり閉じてさえいればあまり細かくね作ろうと思わなくても大丈夫です。しっかりと大事なのは口を閉じてで破れてるところがないように包むことです。はい、ではこちらの方を蒸していきます。しっかりと蒸気が上がってるところに置いて、はい、蓋をして7分蒸します。小籠包の方が出来上がりました。はい、こちらです。カレー小籠包の出来上がりです。はい、では小籠包が出来上がりました。お願いします。わー、初めてなので楽しみ。はい、ちょっとね熱いのでやけどに注意してください。オープン。あ、カレーの香りがします。クミンの香り。あ、全然違う。お汁からね、スープから変わりますよね。はい、ココナッツの甘い香りがしますね。なんかそのココナッツの甘い香りがした後なんですよ、そこから。でもね、ちょっと落ち着いて、はい、また爽やかな辛みが出てきます。はい、なんかそういうなんか味の
なんていうんですかね、香りの変わり方とか、味の変わり方がやっぱりちょっとだけ加えることによってもう全然違うので、はい、なんかこれは新しい気づきだと思いました。スープ最初にすすった時のファーストインパクトがちょっとやっぱ違う、はい、最初のやつも美味しいですけど、こちらもすごいインパクトがあります、はい、よりその香りが引き立つような役割をココナッツミルクがしてるのかなっていう感じで、ありがとうございました、はい、こちらこそありがとうございました。天津工房クーロンは大阪市東住吉区にある、点心専門のお店になります。当店では香港で、ヤムチャで親しまれているような、大人気メニュー、エビ餃子とかチャーシューパオ、あと大根餅など、本格的に手作りしています。そちらの方をランチメニューあるいはテイクアウトなどで、ご利用いただけますので、ぜひ皆様のご利用をお待ちしております。よろしくお願いします。